はようございます。たかしです。本日は4月2日火曜日、ただいま9時41分。それではポンド円、そしてドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。FX 初心者の方に向けて YouTube メンバーシップで基礎力アップ動画を毎週配信しています。トレードを基礎から学びたい、もしくは学び直したい方はぜひご利用ください。初心者の方でも始めやすい価格にてご提供してます。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。昨日はちょっと大きめの陰線でしたね。ここのところずっと揉み合っていたんです。揉み合っていたので、ここから反発できるのかという、そういう感じ。長い下髭とかも出して、ここから反発しそうな雰囲気はあったんですが、上値は重いというところで、昨日一旦下落してきたのかなという、そういう印象です。現在 GMMA の青帯に接触してきましたね。ですので、ここからは次、冷やし単位の上昇に入る可能性を考えておきたいです。ストキャスティクスも安値圏にありますので、ここから上昇してもおかしくない。ただ昨日の強い下落を見ていると、本日すぐに上昇できるかどうかは怪しいところですので、本日1日かけて値固めをしてそこから上昇するのかみたいな、そんな動きを見ておけるといいですね。もちろん昨日の下落が強かったので、このまま GMMA の青帯を下抜けるような動きになってくるかもしれません。その場合まず目指していくのが188円付近ですね。直近のこの安値付近。その前に白い水平線があるので、189円付近も意識されてくると思いますので、下落目線で考えるのであれば188円から189円ぐらいまでの下落、上昇目線で考えるのであれば本日値固めをしてからの上昇を考えておきたいです。では4時間足です。4時間足は直近の上昇にフィボナッチリトレースメントを描いてました。今まではその 50% 付近で下げ止まっていたんですが、昨日の下落で 61.8% まで下落してきました。そして本日ここからどうなるかですね。ここから反発していく可能性もあるんですが、今直近の安値を少し割ってきましたよね。ですのでここ安値の更新をしてきた、高値も切り下げてきたということで、ここで下落トレンドができておりますので、まずはこの下落トレンドがどこまで継続するのかっていうところを考えておきたいです。つまり動きで言うとこういう感じですよね。今ここにこういう下落トレンドを作ってきたので、このまま下落が進行するのか、それとも一旦下げ止まって戻しをつけてからの下落をしていくのか、そんなところを見ておくといいと思います。ただし GMMA の青帯この辺りにあるんですけれども、昨日の高値ぐらいですね。その辺りに GMMA の青帯があるんですが、ここを上抜けてくると冷やし単位の上昇に入ったと考えておきたいので、まず戻り売りをするのであれば GMMA の青帯付近までで戻り売りを仕掛けていく。そして GMMA の青帯を上抜けてくれば、そこから大きめの上昇 193.5 を目指して上昇していく可能性が高くなりますので、その辺見ておくといいと思います。ストキャスティクスは安値圏ですので、そろそろ上昇してもおかしくない、そんなところにありますね。では1時間足です。1時間足ちょっと分かりにくくなってきました。基本的には今これ先ほど4時間足と同じように安値を更新してきてますので、1時間足で見てもここ安値更新してきてますよね。ですので基本は下落トレンドなんですね。 GMMA の青帯も下向きです。本日は下落から始まってますが、現在まだ1時間足は確定してませんが、長い下髭の陽線になりかけてますので、そうすると本日は一旦上昇方向を見ておく方がいいかもしれないです。ただ昨日の下落基本的に強かったので、今は GMMA の青帯までの調整の下落を本日してくる、そこからの再び下落というのが基本的な考え方で持っておくと分かりやすいと思いますし、4時間足の GMMA の青帯がこの辺りを走っているんですね。ちょうどこの黄色い水平線付近に4時間足の GMMA が走ってますので、そこを上抜けてくると上昇しやすくなると思いますので、まずはこの黄色い水平線 191.2 付近、そこを上抜けられなければ下落方向、そこを上抜けてくると上昇方向と見ておくとトレードがやりやすいと思います。ではドル円の冷やしです。こちらは相変わらずですね、水色と白のラインで挟まれたところにありますので、本日ちょっと上昇方向に向かっております。昨日も一旦上昇してきておりますので、それが本日も継続するのであれば152円を超えるような動きになってくると思います。ただ152円を超えてくると為替介入の警戒感が強まりますので、その辺はご注意ください。では4時間足です。今までずっと揉み合っていたんですが、昨日から少し上昇方向に動き出してきております。ただとは言いましても知れているんですよね。動き方としてはかなり小さいので、トレードとしてはすごくやりにくいと思います。ですのでまずは今までこの意識されてきた152円手前ですね、この辺りまで上昇していくと、そこからの折り返しの下落っていうところを考えておいてもいいかもしれませんが、基本的に今ドル円は152円を超えようという動きをしておりますので、値頃間での逆張りは
は危険ですのでやめた方がいいと思います。基本的には上昇トレンドですので、その流れに乗っていく方が安全ではあるんですが、やはり為替介入で大きく下落するっていうことも考えられますので、下がったところから買っていく、そして必ず損切りを置くっていうことが大切です。では1時間足です。1時間足この黄色のゾーンを描いてました。この辺りが底堅いですねっていう話をしていたと思うんですが、昨日もその辺りまで一度下げてきて、そこからの上昇になってますので、朝からの上昇ですのでエントリーのタイミングとしてはちょっと早いんですけれども、この辺りまで下げてくれば、そこから今までは無条件で上昇しているという、そういう底堅いラインですので、昨日もこの下がってきたところからのロングエントリーっていうのはすごくわかりやすいポイントだったと思います。そして現在目指しているのが直近の高値 151.9 付近になりますので、その辺まで本日上げてくるのかどうかっていうところに注目ですね。ただやはり基本的には152円付近は上値が重くなってきてますので、買うのであれば下がったところから、そして逆に152円に近づけばそこからは売りが入りやすくなりますので、そのあたりでの逆張りも考えてもいいと思いますが、先ほど言ったように基本は上昇トレンド中ですので、上抜ける可能性の方が高い。そして上抜けると結構上昇すると思いますので、逆張りをされる方はご注意ください。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。またノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めがお得です。また限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。